バチミックスっていう超難敵、自分なりの解き方でクリアして、 They can expect the best and the best representation of me at bantamweight, you know? And I'm gonna get the title shot. And I'm gonna probably beat the fuck out Danny on New Year's, so. The MMA world, not just by winning, but how. 前回のがなかったらそうですね、組まれてなかったでしょうね。にわかかにわかじゃないかのちょうどセンターライン、佐藤翔吾です。なんなのよ、ぬるま湯でへこいたみたいな試合。お、いいっすね。一番になること大事じゃないですかね。おならの臭さで抜いたら世界一番になれってよく言われてたから。残りは30秒まだある。今度は左の肘を落としていきます。容赦ない攻撃、佐藤翔吾。右のフック、このまま決める。センターラインを大きく踏み込んでしまった佐藤翔吾です。残りは20で3秒で今月7月から1.7 倍ぐらい、ちょうどいいですよね。今日来なかったけどね、アーセンも普段は来てるんだけど、ここでね、相手はバランス崩したり、で戻ってくるときにまた立てるから、もう先立ってるね。もういいよ、これ引いてダイブすると、そうでさっきと一緒に喋りながら、そう、それでもいい。はい、喋りながらやって、そっち入っていいよとか言いながらやってるんで、もっとこれやってみたいな。格闘家ってずっと一人だけ、自分だけみたいになっちゃうんですけど、ずっと周り見ながら自分の練習もしてるみたいな。疲れたな。休んでる。ずっと同じ相手倒しててもテイクダウン取れたとか面白くないんで、1個教えて、でそれをまた攻略してっていうのをやっぱやらないと自分のためにもなるし、まあ合理的じゃないか、考えて作っていけたら楽しい。みんなプロの人ばっか。そうですね。トッププロと言いますか。ちょっと熱くて。練習みんな初めてかも。マジ？見るのわかんねえ。そう下ですよ。いつも下なんてつまんない試合。なんなのよ、ぬるま湯でへこいたみたいな試合。ぬるま湯でへこいた。それで俺下から攻めてるから。やるかやられるかの世界が少ないね、俺がしたら。相打ちでもいいから行くみたいな。死に物狂いで最後のなんか1分とかあるじゃない？もう判定で負けてた。佐藤翔吾が左に伸ばしてきました。前回の危機迫る感って怖いなと思って見てたんですけど、簡単に勝ちすぎたって言ってた。相手が強いのか分かんないと、もっとピンチになってから勝てって言われた。そんな余裕ないよ。それ野球でさ、2ストライク待ってから打つようなもんだよ。ほら、ペットに膝かなんか入ったからじゃないの。なんか
そのまんまで乗られるくらいだったんですけど、倒してから良くなってるんですよね。多分その試合が評価されて今回念願のまあ僕的には多分パッチアップのカードだなって思ってるけど、俺に当ててくれたっていうか、佐藤当てていいじゃん、チャンスやな。チャンスかもね。This patch he makes going down to bantamweight, I'm gonna prove my worth. The defending Bellator Bantamweight World Champion, Patchy Nagaman. Incredibly, Gucci is in trouble here. Now he's in a good choke. Patchy Mix has put my 僕は秋元選手がめっちゃ強いのは確かなんだけど、お前もっと強いだろうっていう気持ちが僕の中ではあって、ライジンに来るまでの道のりっていうものは本当にミックスにとっては安定したものではなくて、娘が発達障害で特別なろう学校ってやつに行くためのお金だったりとか、とにかくいろいろとあって、その中で、フェザー級にチャレンジしようと思ったんだけれども、思いのほか体が動かなかったっていう部分は当然ありますね。I enjoy getting the, to get back from it to help the people that are surrounded around me. I like to help them out. So it's not just for me, it's for, a long laundry list of people that are around me, family. I'll come back stronger, I'll come back bigger, I'll come back better. Hold my head up high. Don't hang my head. Don't hang my head. 本当に正直パッチはライジン舐めてきたんじゃないですか。秋元選手のことも舐めてただろうし、ライジンのことも舐めてただろうし、そういった意味でしっかりと自分が世界チャンピオンだった時のそのメンタルで来なきゃやっていけないっていう風になったんだと思います。No, that's not what it is, man. I didn't just, I would never underestimate him. I might underestimate his coach. What's that? The Big Rascara, something like that. But I shouldn't be fighting at 147 pounds. 69-inch reach, a little smaller. My whole career has always been at bantamweight, and I felt like I had to go back down for, the best accolades that I could, receive. Oh, he's out. A monster shot. Oh, and Patchy. 強い外国人になりたいって思う。それって世界で戦われてるお父様の背中を見たらあるかもね。やっぱりでも若い人は格闘技じゃなくても世界を知ることが大事ですよ。やっぱりそしたら自分でもっと前行こうって気持ちになりますよ。マイルスとかにファッキューって言ってた。英語そんなに分かんないから、とりあえずコミュニケーションでファッキューって言ってた。いや、一合でパリでね、合同ファッションショーがあったんですよ。モデルの順番とかいろいろあるじゃないですか。そうするとなんか意地悪されてみて分かる。なんかヘアメイクとかいろんなことで人種差別か分かんないですけど、でも頭の人がファッキューとか言ったら。自分が一番と思うことですよ。やっぱり自分が一番強いとか、そうでしょ。確かにね。その自信を持ってないといけない、やっぱりね。一番と思うまでの気持ちになるにはそれだけの自分のグラウンドがないとダメじゃないですか。それはやっぱり努力しないといけないですよね。一番やっぱ好きなことやってんのが幸せなんだなっていうのと、アジアが多かったじゃないですか、ワンって。なんかこの子たちすごいハングリーだなっていうのはすごい感じてて、やっぱ生活のために格闘技やってるなっていうのをすごい感じて、でも俺は好きでやってんだよって、お金のためにやってない方がすごくないって自分で思って、こいつらには負けないって。サイドで右の膝がだって寝技が向こうがうまいんだったら多分寝技だと負けるだろう。負けるっていうか不利になるだろう。そう首絞めるやつがうまいのか。みんなそれでやれてる。そうパッチのバックマウントを攻略できた人ってほとんどいない。They give their back up to me, but he's not gonna survive me. And why he give his back up to Danny Sabatello 25 times in the fight? They give their back up to me, then the odds makers gotta make me a minus 10,000, so.
それをどういうふうに、どういうふうにさせないのかっていうのが佐藤翔子選手の最大の見せ場なんじゃないかなと思います。It's not just one fight, it's lifelong. It's not just matters if I come there on that date on August 11th. どう転がしても面白くさせれるとは思うから、どう攻略するか見てほしいかな。衣装決まったっすか？今作ってくれてるし色はグリーンっぽい生地で透け感があるやつで楽しみにしててよ。はい、ありがとうございます。もう本当タイトルマッチやりたいんで、自分はそこら辺で遊んどっても仕方ないだろうっていうことでガシャマトリでそれでお願いしますってずっと言ってたんで。ここでちゃんと自分で決めきれればもう誰も文句言わせんだろうっていう戦い方を、8月はしたいですね。常にダウンを取りました。左ストレート勇気、ダウンを取っていったパンチを決めたトニー・ラルミーを3対0の判定で下しました。じゃあビッグでお願いします。勝つか負けるかわからない不利な戦いに挑んで、その逆境の中でメンタルを整えるのが男たるゆえんというか。チリリーが出てきた。全部金のチケットになった。しかもこれめちゃめちゃすごいですよ。やばいこれ3000枚オーバー期待値。やばい。さあ、ランを取ってパウダー投入していく。さあ、ここから左の拳を振り下ろしていきます。伊藤右の拳。戦う者の闘志を湧き上がらせてくれるのがパチンコなんでたまらんす伊藤有希選手がガジャマトフここでやるっていうのはこれまた面白い巡り合わせというか、今のところ伊藤選手やっぱり対外国人勝率 100% ですからね。ガジャマトフ選手は結構前から首の怪我を抱えていてですね、荻久保選手と戦った時にどうしても100% 出せない怪我が影響してしまって負けたっていう部分は持っていたんですね。さあ最後は踏みつけた。顔面踏みつけ荻久保博正。しっかりと手術をしてリハビリを時間かけてやって今回万全の状態で戻ってくるという。ガジャマトフ選手、これは伊藤選手にとってめちゃめちゃいい相手だと思うんですよ。タックルだ。ガジャマトフ選手は別にレスリングバックボーンじゃないんで、もともとはウーシューサンダーの選手ですから、レスリングができるストライカー。これはもうフライ級の最高のストライカー決定戦じゃない。当たりインパクトフラッシ
シュなればラッシュ。しかし最後の最後、当たりは当たり、当たりは当たり。75%だぞ、75%だぞ。気持ちいい。普段パチンコ打っとってこいつ大丈夫かって思わせるけど試合でバッチリ決めるっていうこのギャップをみんなに見せたい。世界一強いパチンカーになりたいんで、もう世界に喧嘩売りたいですね。ここ倒してきたら間違いなくもう次のタイトル挑戦者でいいんじゃないですか。僕が8月ガジャマトフ君に勝ったら僕の熱いラブコールを受け取ってね、誠君。俺が別に世界で戦ったいい話なんで、勝っていけるとこまで行きたいですね。僕はなんかああいう幻想ある選手に勝っていくのがすごい好きなんで、やっぱり自分の心の奥にはやっぱ空手の話あんなと思いました。やるのは MMA なんで、空手でどんだけすごかろうが関係ないというか、今の自分にとっては簡単に超えなきゃいけないだと思ってるんで、2026年はライジンのヘビー級が大復活を遂げる年だというふうにもう確信していますので、こちらを開催したいと思います。ライジンジャパングランプリ2026ヘビー級トーナメント。このジャパングランプリの優勝者、大晦日に去年のワールドグランプリの優勝者であるアレクサンダー・ソルダトキンとライジンのヘビー級ベルトをかけた、つまりですよ、ライジン初代ヘビー級チャンピオンが決まる、こういったビジョンを私は個人的に見ています。お久しぶりです。エドポロキングです。今回も僕のために用意されたトーナメントだと思ってるんで、あとはやるだけですね。エドポロキング。この1年、怪我とかいろいろ試合できんこともあってムズムズしてたんですけど、やっと解放できるというか、それを楽しみに皆さん見てもらったらいいと思います。よりはというところで右の膝だ、引いた。エドポロキング膝からラッシュ。これが地底の大巨人エドポロキングです。デビュー2002 KO。今もう言うたらもう幻想マックスじゃないですか。こいつに誰が勝ってるんやみたいな、やっぱその幻想を維持したまま上がっていきたいですよね。完璧な勝ちをして。全体的に変わったというか、レベルが違うですね。怖さがなくなったっすね。誰でもかかってこいっていう感じです。やっぱり世界で一番強い選手とやらせてもらって、アレックス・ペレイラ選手と一緒にスパーリングする前のワセリン塗る時っていうのがやっぱ試合の時よりも緊張したんで、試合への怖さとか恐怖っていうのはなくなったっすね。今一番幻想がある相手なんでね、自分がぶっ壊せるんじゃないかっていうのがね、嬉しいし、絶対やってやろうと思います。飛び込んでいったが、これをいった右の膝、左の膝、グラッときた。左ハイキック止めた。上田幹雄、強いな。準決勝2試合目ですが、上田幹雄のこの気合いの入り方。鉄井だ、側頭部。
いやもっと近づけるとか全然何もできなかった、できてなかったかってことが正しいですね。でやっぱそこから地獄の日々を過ごしてきて、よく考えたら自分も世界大会優勝した時海外修行行ってたんですよ。そこから空手の試合では負けなしで世界まで行ったんで、やっとでもなんかやっぱアメリカ行ってMMA ファイターになってきたなっていうのが分かって、 MMA でも自分の打撃がちゃんと通用するんだと、組はもっとこういうところをやっていかなきゃいけないっていうのがすごく分かって、今回アメリカ行って自分のやるべきことは分かったんで絶対いけると思いました。やるのは MMA なんで、空手でどんだけすごかろうが関係ないっていうか。やっぱり彼の体格、あとバネ、あれがどれだけのものかっていうのはやっぱりやってみなきゃ分からないところもあるから、そこはすごい楽しみですし、僕はなんかああいう幻想ある選手に勝っていくのがすごい好きなんで。蹴りに関してはやっぱ一流なんで、別に蹴りで足がやられたとしても、足以外の手があるんで、体が動く限りは肉を切らして骨を断ちますよ。今の自分にとっては簡単に超えなきゃいけない手だと思ってるんで、幻想高まりに高まってこうやって今出てきたわけなんで、そこを調子乗んなよって自分が潰せたら一番いいんじゃないかと思ってますけどね。メッセージは特にないですけどね、押すって感じです。名門杯。同じ高校であの部活だったらまずスルーするし、ソフトテニス部っぽいよ。写真撮る時とかみんないつもみたいな、こんなこと言うと多分お前ら稲中卓球部じゃねえかよとか試合できそうですけど公式じゃなくて、ね、ソフトテニスの軟式の方。彼らは練習俺らめっちゃ強い最強だぜって言ってる試合出ない人たちだから。俺はムカついきましたね。俺がもともとブレイキングダウンからライジン行きたいって言ってた理由の一つとしてはブラックローズの討伐。ブラックローズ一掃してガキの喧嘩みたいなことは卒業したかなと思います。結構ビビってると思いますね。まずビビってたら試合行けないですよね。ほんまにビビっとるやつの反応したね。なんかいつまでも若手ぶってるんですけど、冷静に考えたらあいつ今年30とかですからね。痛いおっさんだとしか思ってないんで俺は、実力で騙せればいいと思ってるんで、ブラックローズっていう名前も出せないぐらいにしようかなって思ってるんで。誰かがそこでワンクッション入れたら自分も嫌じゃないですか。ヘアバンドだってテニス部意識してやる。クッション入れ替えよう。もう一回。上田さんの一番すごいところは何かっつうと、個性豊かな人たちの個性をそれぞれ伸ばす動きをしてくれるんですよね。一生懸命向き合うっていうのを決めてるだけなんで、僕は時間使うとかしっかり説明するとか一人一人こう説明していくっていうのを労力使って頑張ろうってやってるだけなんで。野球部でもその辺のグラウンドでも土持って帰りそうだね甲子園じゃない、学校のさ、もう呼吸できなくなるぐらい笑って、で
センスエグくないですか。やっぱさ、売れるだけあるっていうか人気になるだけある、すごいセンスだなと思って、俺もう絶対土持って帰ろうと思ってます俺はまあムカつきましたね。結構僕これ責任感じてるんですよ。僕が篠塚に2回負けてるからじゃないですか。それでこうやっぱファイターズローのこと言われちゃってるんで、ちょっとそこは少し責任感じてるというか。富澤君が篠塚に勝ってたとしても言われてると思うよ。いや、そしたら言わせないっすよ絶対言わせないっす。ソフトテニス部っぽいよ。ソフトテニス部みんなで試合頑張ろうよ。県大会優勝目指そうよねみんな優しいですけどね。みんな優しいけど結果出ずみたいな彼らは練習俺らめっちゃ強い、甲子園優勝できるぜ、最強だぜって言ってる試合出ない人たちだから、それだったらソフトテニス部みんなで試合出た方が俺は楽しいですね。やってる量を見たら誰も笑えないと思うんで、みんなでねやるときはわちゃわちゃ楽しくやってちゃんと追い込んでるわけやから。出せよなあいつらみたいな。お前まで雑にあった。もうこっからお前に向かった。じゃあ2フック2フック。外でいっぱい帰ったら。系統も締めてます。ああいう試合を経験するって、まあ、なかなかできないというか、あの試合がきっかけになったのと変わったなっていうか、今の自分にすごい自信があるんで絶対負けるイメージがつかない。まあだからまあジョリーは肩はめたら強いタイプだと思うんですけど、肩がちょっとはまんないっていうか、自分のあれ違うなってなった時の戦い方とかって多分一気に崩れちゃうような選手だと思うんで、激戦だった時は MMA の試合としての泥の中のみたいなその強みが圧倒的にあるんじゃないかなっていうふうに思う。次は泥沼になんなく面白い試合して圧倒的に勝ちます。雷神の舞台で2連続秒殺一本勝ちできるっていうのは実力差あってもできないことだと思うし、もっと評価されるべきことではあるのかなと思ってるよね。今回直樹さんが細川君でやるわけじゃないですか、ここに関してもなんか多分誰一人心配してないんですよ。直樹さんの打撃のレベルはちょっと違いすぎるんで、そこはもう話にならないかなっていう。草と平本蓮の顔見ながら平本城の顔面を殴るっていう、さっさとこの3人とも蹴散らして、ベルトに近づけるように頑張っていきたいと思います。公開練習でダンスを披露しています。ブラックローズ狩りとか言うけど、自分が本当ただ倒せば黙ってくれるなっていうだけなんで圧倒的に勝ちます。